カメムシがいる。Don't you have it? なんかもう5月なんですけど、なんやかんやで朝と夜めっちゃ寒いわ。全然まだ冬の布団だしね。今日足が冷えちゃってさ、ヒーター出そうかと思ったぐらい。なんか私ずっとさ、前髪あったんだけど、シースルーパッツンみたいな、シースルーパッツン前髪だったんだけど、引っ越してから前髪を伸ばしてるの。なんでかっていうと、めちゃくちゃ陰キャな理由なんだけど、例えばさ、髪の毛をバッサリロングをバッサリ切って学校とか職場に行くとするじゃない。でそしたらさ、みんな優しいからさ髪切ったの似合うとか可愛いとかさ言ってくれるじゃない。あれがめちゃくちゃストレスなわけ。そりゃさ、世の中にはさ、そう気づいて褒めてもらえて嬉しいって人はいっぱいいると思うんだけど、なんか私めっちゃ相手に気を使わせてしまったみたいな気持ちになっちゃうんだよね。なんか前髪伸ばしてるんだいいねみたいな、もし言われたらさ恥ずかしくなっちゃうわけ。
新しい洋服とかさ着てった時とかさ、その前のバイト先で気づいて、もうほんと皆さん優しいから気づいて褒めてくださるんだけど、なんかなんて返せばいいか分かんなくて「あ、これ1200円で買いました」って安く買えた自慢みたいな謎の返しをするっていう。でもコミュ力高い人ってなんて返してんだろう。まあでもさ、私もさ相手がさ変わってたらそりゃ褒めるよね。褒めるってか言うよね。そりゃそうなんだよね。だからつまりはマジで世間話が苦手なんだよね。でもちゃんと天気の話とかそういう世間話をしてこその深い話ができる関係になるっていうのを私はちゃんと学んだので、そんな人間もこの世にいるということで、なんか動画ちょっと見返して自分の笑い方キモすぎてびっくりしちゃった。でも私このアムステルダムのさ、この2つがもう大好きすぎてめっちゃ絶妙な青なんだよね。なんか真ん中に変わるキモ。ウルトラマリンとコバルトブルーかっこウルトラマリンだって。ウルトラマリンが好きみたいね。なんかこれまろやかなね、なんか優しい青なんだよね。めっちゃ好きこれ。なんか私広角レンズ入れたら小顔に見えるって学んだよ最近。昨日久しぶりってこともないわ。全然1週間前とかも泣いてたわ。別のことだけどその1週間前とかに泣いたのは自分の不甲斐なさに泣いた。しかもアズーの胸でだからアズーのシャツが私の涙で濡れてかわいそうだった。なんかどうしてもさ、夜体力が尽きちゃって、もう晩ご飯作ってる時とかもう口角めっちゃ下がりっぱなしなのよ。でなんか人間が帰ってきた時とかさ、できるだけさにっこりさしてたいじゃない。なんか自分だったらさ、家に帰ってきてさ「おかえり」って言ってくれる人がさ不機嫌だったら嫌なのよ。でもそれからちょっといろいろなんかいつこの家事をやるかとか見直したから、割とそれは改善してきてる気がする。で昨日泣いたのはさ、なんか1月2月で起きた辛い出来事がすごいフラッシュバックされちゃって、なんかあんまり辛いことを思い出さないようにする方法を身につけたと思ってたんだけど、まだ言えてないみたいだ。で絵描くとさ無になれそうじゃん。で悲しい時とかってさ、とにかく何かに没頭した方がいいと思うんだよね。だからこの塗りの作業ってすごいちょうどいいなって、ぴったりだなって思うんだけど、なんかあんまり辛すぎるとさ勝手に涙が出てくるわけよ。人間が迎えにいるとさ、その相手が居心地いいかみたいなことをちょっとそっちを優先しちゃうタイプなのよ。自分の前に誰かがいたらその人のために動くみたいな。で家帰ってから私本当はあれ嫌だったんだなとか、ああいう時ああ言えばよかったなとかめっちゃ考えちゃうんだよ。だからそんな性格だからさ、そもそもこ
なんか自分のことを大事に思ってくれてないなっていう人といても、その人のことを優先しちゃうのね。だからそのためにちょっと自分が傷ついていくわけよ。でもそれを繰り返すとなんかすり減るというか、青色見てると落ち着くからね。なんか普段さ、人に全然悩み相談とかしないくせにさ、なんか突然重い話とかするからさ、なんか惹かれないか心配だよね。なんか私大学休学する時も誰にも相談せずに一人で決めたよ。今の夫が彼氏だった時代なんだけど、その休学したのは、私ちょっと休学するから実家に帰るわって事後報告。私の鬼病んでた時代。なんか話してたら元気出てきた。そうそう、私はねこういう使い方をしたかったの。だからビデオカメラを買ったのね。でこれを YouTube に投稿するつもりなの。私が大学生で一人暮らししてた時に、もう鬼クソ病んで、なんかもう死って感じだったんだけど、なんかその後ちょっと冷静になって、私 YouTube やればよかったって思って。でも生きる理由っていうか、なんか生きる理由とかじゃないんだよ今。そういう時ってもう死なのよ。生と死の狭間なのよ。でとにかくそういう時ってさ、特にさ失うものがないじゃない。だからさ、とっとと YouTube とか始めればよかったんだなって後で後悔したのね。そしたらさ、何かしらなんか発見があってさ、死なない理由ができたかもしれないし、生きてるんですけどだから今度もし田舎暮らしになったら絶対に YouTube 始めようって思ってた。だからこれはね、その時の私に捧ぐレクイエムなわけ。生きてるけどねでも今は本当絵があるから、その大学生の時も私さ、絵とは全く関係ない学部に行って、でもう絵はやめだって決めて大学生活始めたのよ。決めたことは曲げないから頑固者だからそんな SNS から仕事みたいな感じがあんまりなかったっていうか、いやあったと思うんだけど、今ほど情報が回ってなかったんだよね。本当に絵が上手くて美大出ててみたいな人しか絵の仕事ができないと思ってて、だからそうじゃ、私は美大も行ってないし、そうじゃないからきっぱり諦めようって決めてで本当に大学生活は一回も絵描かなかったの。でもその絵描いてない期間がさ、もう私は本当窒息しそうだったの。もう私は本当に絵を描くのが大好きで、もうずーっと描いてたのね、子供の頃からずっと。もう本当赤子の赤子の多分ね、ペンを鉛筆とかを握れるようになった時からもうずっと絵が好きだったと思う。そのお母さんにペンを右手に持たされてもすぐ左手に持ち帰る左利きの私。もう多分ね、その時から絵描くの好きだったんだよ。そういえば私めちゃくちゃさ、会食恐怖症なんだよね。会食恐怖症、なんか人とか、外でとかご飯食べるのが苦手っていう人。なんか私そういうのがあるってさ全然知らなかったんだけど、オードリーさんぜひ会ってほしい人がいるんですっていう番組があって、その番組の YouTube のコメントで知った。であまりにも私に当てはまりすぎて、そういうことだったんだってすごいホッとした。高校生の時からあったね。緊張しすぎてもう
スプーン持つ手が震えるわけだから、私もうこうやって震える手をこうやって押さえながらこうやってご飯食べてたりしたの。なんか仲いい友達とかでも震えてたからさ、もうそういうことなんだろう。まあ今でもちょっと会食恐怖症だけど、なんかそんなにあんまり重く考えずに、でも本当全然食べれなくなっちゃうんだよね。食べれなくなっちゃうから。でなんか相手に大丈夫、なんかもっと食べなよみたいに言われると、さらにあーってなっちゃうんだよ。より多くの人の痛みが分かる人間になっていこうと思うよ。そんな感じでなんかペラペラ喋っちゃった。でもすっごい元気出た。すっきりした気持ち。なんかこうやって最初からすっぴんをさらけ出すことによってハードルを下げている。昔はすっぴんじゃさ、外出歩けなくて化粧しないと外出できなかったんだけど、なんか引っ越してきてからもう初っ端からすっぴん眼鏡をさらけ出していけば、不完全な状態から完全な状態を見るとさ、まだこんなにレベルアップできるのねみたいな感じになるけどさ、一旦ちょっと集中して書こうと思うわ。じゃあね。めっちゃ久しぶりに化粧したわ。ちょっとね、眉毛があれなんだけど、広角レンズってさ、後ろ下がるとさ豆粒だよね。なんか果たして前髪なしが自分に似合ってるか分かんないんだけど、まあやりたいからやるよね、自由に。でもさ、青ってなんか印刷に出にくいって言うじゃん。印刷むずいって言うよね、青、水色って。だからなんか水色勝負、青系で勝負してんのどうなんだろうって気持ちになるんだけど、でもさ、私は青色が好きなわけで、青作るのが楽しいわけで、なんでさそう思うのかなって考えた時に、子供の頃からさ、プリキュアとかさ、あとあれ、不思議星の双子姫っていうアニメが子供の時に放送してたんだけど、もうその時からもうずっと青色とか、そう、青色系の子が好きなのよ。青色の子が好きだったから、多分こんなに今青に惹かれてるんだと思う。でも一番最初って多分セーラームーンだよな。水野亜美ちゃん初恋だよね、正直。双子姫さ、知ってる人いるかな。私さ、もうめっちゃおばあちゃんの部屋で見てたよ。でさ、私もアイカツが大体大好きでさ、もうアイカツは本当に大好きなのね。なんかでもこないだっつっても去年とかか、アイカツの最新作の映画で、結構私はもう見てる時はもうボロ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 泣いてたんだけどさ、なんかその後ちょっと引きずったのね。多分それは見た人しか分かんない。ちょっと引きずっちゃって、そのアイカツってアニメ放送当時はみんな中学高校生とか、ティーネイジャーでさ、その最新の映画版ではみんな大きくなってるっていう、なんかやっぱりさ、私が好きだったのってキラキラだったんだなって思って、なんかそのギャップと、なんだろう、自分のさ、その汚れた心というかキラキラを求めてしまう汚れた心、ちょっとまだその映画さ、私前売りさ2枚買ってたのにさ、なんかうってなっちゃったから、結局2回目見に行けてなくて、1枚無駄にしちゃったよ。てか青といえばさ、昨日さ、アデルブルーは熱い色見たんだよ。念願っていうかさ、ずっと見たかったで、話題でしょ、話題っていうか人気の映画でしょ。ずっと見たくてやっと見たんだけどさ、いやー、なんか正直なんか想像してたストーリーと違ったのよ。てかもうほんとさ、なんかさ、でもさ、なんかただひたすらに若いんだろうなと思った。ちょっと言わないけどね。
私は昔アズーにデスノートのネタバレを食らわした女なので、もうその時私本当に反省したから、マジでネタバレ気をつけようと思った。デスノートのネタバレどんな風にしちゃったかっていうとさ、ちょっとこれネタバレいくよ。そのアズーがデスノートを今読んでるんだって言ってきて、で私がエルが死んだとこまで見たっつって最悪最悪。でもさ、あれでさ1章2章って感じじゃん。言い訳するけど、なんか私がもし死んだ後地獄に行くとしたらそれが理由だなってぐらい反省したからいいかな。そういえば私今カラコンしてんだ。見えるか？あー、カラコンしてんだ。なんでかって、私カラコンめっちゃ好きなんだけどさ、見るのがめっちゃ好き。カラコンってさ、つけた時のイメージってさ、レンズの画像だけじゃあんまり分かんないんだけど、私そのレンズの画像を見ただけでどんな風な発色になるかとかをめっちゃ想像するの得意だからそんなカラコン好きならつけまくってんのかなって思うんだけどさ、それがさ、ところがどっこいさ、私のベースカーブが8.9 とかなのよ。で 8.9 って世の中的には多分少ないんだよ。大体のカラコンのベースカーブって 8.5 とか 8.6 なんだよ。だから私なかなか合うのがなくて、もう本当はつけてたらダメだと思うんだけど、8.5 とかつけたらもうポロッと落ちてくる。だからなかなかね、自分では試せなくて、気になるカラコンとかあったら妹にこれ今度つけてみてとかお願いしてた。着画とか見るのめっちゃ楽しいよ。綺麗だもんね。私そのカラコン好きは結構自分の絵にも反映されてんじゃないかと思って、その目をさ、結構キラキラ細かく描いてるので、そのカラコンって夢があるよね。水光レンズとかさ、めっちゃ漫画じゃんって思わない？でもほんとベースカーブが合わないせいでさ、もうみんながつけてるような有名なさブランドとかね、つけられないんだよね。悲しいね。ここまでマイノリティですかって思った自分もうね 8.9 とかなるとね、結構ギャルギャル系しかないんだよね。私目も小さいからさ、着色直径でかいのとかも似合わないんだよね。だからもう完全に写真を見て楽しんでるね。なので目がでかくてベースカーブもきつめな方はガンガン写真を載せてほしいですね。よし、じゃあちょっと集中するわ。